この動画ではオートウェアの全体像をノード構造を交えながら説明していきます。具体的にはこちらのノードビューアーを使ってオートウェア全体がどのような作りになっているか、また各ノードでどのような処理をしているかを説明します。加えてライダーなどのデータをオートウェアが入力してから車両を制御する信号を出力するまで、各データがオートウェア内部をどのように流れているかも説明します。これによってオートウェアの理解を深めていこうと思います。具体的な説明に入る前に関連するドキュメントについて紹介します。まず1つ目はアーキテクチャダイアグラムがあります。こちらは GitHub のオートウェアファンデーションのページから公開されています。オートウェアドキュメントのページに行っていただき、デザインのタブのオートウェアアーキテクチャというページを開いていただくと、こちらのアーキテクチャダイアグラムを見ることができます。こちらは例えばセンシングコンポーネント、パーセプションコンポーネントなど、コンポーネントレベルでのオートウェアの構成を示した図であり、抽象度が高いものとなっています。そのため、オートウェアの全体像をざっくり把握するのに役立つかと思います。次の図はノードダイアグラムになります。ノードダイアグラムも先ほどと同様のページから見ることができます。デザインのタブの下にノードダイアグラムというページがあります。こちらがノードダイアグラムになります。このノードダイアグラムは冒頭で紹介した本日使うノードダイアグラムと同じくノードレベルでのオートウェアの構成を示した図となっています。ただしこちらはあるオートウェアのコンフィギュレーションのある時点のバージョンでのスナップショットとなっています。どういうことかと言いますと、オートウェアというのはその対象、例えば自動運転車だったり配膳ロボット、自動運転バス、そういったものによってオートウェアの内部の構造というのは大きく変わってきます。またバージョンによっても変わってきます。そのため実際に手元で動かしているオートウェアの構成とここで公開されているノード構造というのは変わっているという可能性があります。その点だけご注意ください。最後に紹介するのはオートウェアの各コンポーネントの説明を示したドキュメントとなっています。これまでと同様にオートウェアファンデーションのページで公開されているのですが、ページとしてはオートウェアユニバースのページとなっています。URL はさっきと異なるオートウェアユニバースのドキュメントを開いていただくと、タブとして各コンポーネントの名前が表示されます。この中から自分が興味があるコンポーネントを開いていただくと、そこに含まれるノードだったり、そこで使われているアルゴリズムの説明を見ることができます。それでは続いて、本日使用するノードビューアーを紹介します。ツールとしてはこちらの GitHub で公開されています。こちらのページになります。ロスのノードビューアーとしましては、ロス標準の RQT というものがあります。しかし RQT だと、オートウェアのような複雑なアプリケーションに対しては少し見づらいため、こちらのツールを使っていきます。リードミを読んでいただくと、インストールコマンドが見つかるので、そちらをコピーして試してみます。インストールはこの pip コマンドによって行います。インストールが完了すると、あとはどこでもこのターミナル上で Dear Loss Node Viewer と打っていただくと実行することができます。実行すると、まず最初は何もないまっさらな状態となっています。今、このパソコンでは実は裏でオートウェアを起動しています。このようになっています。この状態でこのオートウェアの構造を表示してみようと思います。メニューバーからロスを選び、ロスのロードカレントグラフをクリックします。すると、現在のこのパソコンで動いているロスの構造をただいま解析しています。解析が完了すると、先ほどのツール上でノード構造が表示されるはずです。このようになっています。こちらが今このパソコンで実際に動いているオートウェアのノード構造となっています。ただいまの方法で手元で動いているオートウェアのノード構造を動的に取得して表示するということができました。しかし、ノード構造を表示するためだけに毎回オートウェアを起動するのが面倒だというケースもあるかと思います。そこで本ツールでは事前に保存されているノード構造を示すアーキテクチャファイルというものを読み込んで、そのノード構造を表示するという機能にも対応しています。
オートウェアのアーキテクチャファイルはこちらのサイトページで公開しています。ページといっても実は先ほどのツールの一周として公開しています。ここで各オートウェアのバージョンに対してのアーキテクチャファイルをダウンロードすることができます。ここでは現時点で最新の2024年3月のアーキテクチャファイルをダウンロードしてみます。ダウンロードすると、ZIP ファイルがダウンロードされます。これをアンジップしてあげて、そうすると YAML ファイルができ、この YAML ファイルの中にオートウェアのノード構造が保存されています。先ほどはこの Dialos ノードビューアーを引数なしで起動しましたが、今大会はこの YAML ファイルを指定して起動してあげます。読み込みに少し時間がかかりますが、起動が完了すると、このように先ほどの YAML ファイルの中に保存されているノード構造を表示することができます。それでは本ツールの使い方について簡単に説明します。オートウェアのような複雑なアプリケーションではノードが大量にあるため、一度に全てのノードを表示することはできません。実際に今のこの画面では全体のうちの一部だけを表示しています。全体像と今どこを表示しているかは左下のミニマップを見ると分かります。ミニマップ上で四角形の位置を動かしてあげることによって表示する位置を変えることができます。それ以外にもマウスの中ボタンあるいはスクロールボタンをドラッグしてあげることによっても表示する位置を変えることができます。またスクロールイン、スクロールアウトによってズームイン、ズームアウトができます。ただこちら少し操作性が悪いのでご容赦ください。では次に見方についてです。このツール上での四角形の一つ一つがロスのノードを表しています。四角形の一番上のところがそのノードの名前となります。その下にそのノードが使っているトピックが表示されます。左側に黄色い点があるものがこのノードが受信するトピック、右側に黄色い点があるものはこのノードが出力するトピックとなっています。またノードの名前をクリックしていただくとそのノードがハイライトされます。加えてそのノードがトピックを受信している元のノードが赤くハイライトされます。またそのノードがトピックを出力している先のノードが緑色にハイライトされます。キャンセルする場合はもう一度名前のところをクリックしてください。またオートウェアで使われているノードやトピックの名前というのは非常に長くなりがちです。そのためこのツールではその一部だけを表示しています。名前をすべて表示するためにはメニューバーから例えばノードネームのフルをクリックしていただくとノード名が正式名称が表示されるようになります。同様にトピック名を全体表示させたい場合はエッジネームからフルを選んでいただくとこのように全てが表示されます。ただし常に全部表示していると見づらいため普段はこのラストオンリーにして表示を省略しています。またノード名については、このノードの色について今これピンク色になっていると思うのですがコンポーネントによって大体の色分けを行っています。これによって各ノードがどのような処理をしているかというのが色から判別することもできるようになっています。それ以外の機能としましては例えばこのノードをクリックした状態でこのコピーあるいはキーボードの C ボタンをクリックしてください。そうするとこのノード名をこのようにコピーすることができます。ノードだけでなくてトピックについてはこのトピックの示すこの線のところを選んだ状態でメニューバーからコピーあるいはキーボードの C を押していただくとこのように今度はトピック名をコピーすることができます。これは、実際にオートウェアの挙動をデバッグしたりするときに、ノード名などを入力することがあるのですが、このようにコピーができるので非常に役立つかなと思います。また、それ以外にも、各ロスのエグゼキューターについても表示することができます。エグゼキューターについて説明するために一度オートウェアの実行画面を表示してみようと思います。
今こちらではオートウェアを実行しています。今はロスバグ再生シミュレーターを起動しているのですが、一時停止している状態となっています。でこの状態で、トップコマンドによって、Linux 上ではじゃあどのように実行されているのかというものを見てみようと思います。今はロスバグ再生停止しているので、非常に負荷が低い状態です。で、これを再生を再開すると、各プロセスが動き出します。動き出すのですが、ほとんどのコマンド名はこのコンポーネントコンテナというものになっています。で、これはちょっと分かりづらいので、C を押してフルパスを表示してあげると、コンポーネントコンテナの中で引数として、例えばポイントクラウド系の処理なのかとか、いろいろ書かれていますが、コマンド名としては大体がコンポーネントコンテナとかそういった名前になっています。で、ロスというのは、設定にもよるんですけれども、実行される単位がこのロスの一個一個のノードの単位で実行されるとは限らずに、コンポーネントコンテナとして複数のノードを一つにまとめて実行されるということが多くあります。特にオートウェアではその仕組みを多用しています。その実行体の一つ一つ、エグゼキューターですね。そのノードがどこのエグゼキューター、あるいはプロセスで実行されているかということをこのツールから見ることもできます。そのためにはこのメニューバーからキャレットというのをクリックして Show Callback というものを開いてください。見づらいので拡大してみます。そうすると各ノードの中に含まれているコールバック一覧が表示されます。例えばこちらのリングアウトライヤーフィルターというノードに注目すると、これは1個のトピックを受信して1個のトピックを出力しているというものが先ほどまでの結果からわかるのですが、これに加えてコールバックが表示されています。こちらは受信するトピックが1つだけなので、CB サブ、つまりサブスクライブのコールバックが1個だけ存在するということがこれから分かります。また、もう少し複雑なノード、例えば隣のコンキャットネートデータというこちらのノードですと、複数のトピックを受信していますが、そのためコールバックも複数存在することが分かります。また CB タイマーという、タイマーコールバックもこのノードは持っているということが分かります。そして先ほどのエグゼキューターに話を戻しますと、こちらを見ていただくと、コールバックの上にコールバックグループエグゼキューター201マルチというのがここ書かれているかと思います。これが何を意味するかと言いますと、ここのノードは201番のエグゼキューターに所属しているということになります。また、そのエグゼキューターはマルチスレッディッドエグゼキューターであるということがわかります。そして、このエグゼキューター201番で、実はお隣の左側のノードですね。その左も全部そうなんですけれども、ここら辺のノードは全部201番のエグゼキューターに所属しているということがわかります。つまり、これらのノードはすべて同じプロセスで動作します。そのため、ここのノード間でデータをやり取りする際には、同じプロセス上、つまり同じメモリ空間にいるため、メモリーコピーなどを省略して効率的にデータのやり取りができるようになっています。また、こちらでマルチとなっていることがわかると思いますが、これはマルチスレッディッドエグゼキューターであるということを示します。つまり、これらのノード、あるいはこのノードの中に含まれるコールバックというのは、マルチスレッドで動作することができます。つまり、並列して動作する可能性があるということを示しています。これに対して、例えば下のこれらのノードはいずれも172というエグゼキューターに所属しているため、先ほどと同様に、このノード間でやり取りする際には、同じプロセス内で同じメモリー空間でやり取りすること、データをやり取りすることができます。しかし、こちらは今度はシングルとなっているため、これはシングルスレッディッドエグゼキューターであるということがわかります。そのため、一度にどれか一つのノード、あるいはどれか一つのコールバックしか動けないという特徴があります。これらの設定については、データのやり取りの頻度だったり、コールバックがどのようなタイミングで起床するかなどを考慮して、効率的に動けるように設定が行われています。それでは、いよいよオートウェアについて説明を始めていきます。
が、事前に一つ注意点があります。先ほど説明した通り、オートウェアの構成というのは、コンフィギュレーションやバージョンによって変わってきます。ここでは2024年3月時点にチュートリアルであるロスバグリプレイシミュレーターを実行した時のオートウェアの構成について紹介します。ではまず全体像から見ていきます。こちらに先ほど紹介したアーキテクチャダイアグラムがあります。左下にオートウェアが受信する使う主な入力データがあります。一番大事な情報として車両の周りの情報を点群として出力してくれるライダーがあります。他にも位置情報を出力してくれる GNSS やカメラなどがあります。これらのデータを受け取って内部で計算を行い、制御信号を車にこちらの右下のところに出力するという流れとなっています。では中身を見ていきます。まずセンサーからの入力データはセンシングコンポーネントが受け取ります。センシングコンポーネントでは他のコンポーネントがこれらのデータを扱いやすくするような前処理を行います。前処理が行われたデータは主にローカリゼーションコンポーネントとパーセプションコンポーネントが受け取ります。ローカリゼーションコンポーネントでは自己位置推定を行います。自動運転を行う上で今自分の車両が地図上でどこにいるかという自己位置という情報は非常に重要となってきます。ローカリゼーションではマップから受け取った点群地図というのは通常の道路地図とは違って、例えば建物などの点群データを格納したものとなっています。この点群地図と、あとは先ほどのセンシングから受け取った今実際に自分の車両の周辺の点群情報を示した点群情報、この2つを比較することによって地図上で今自分の車両がどこにいるかという自己位置を非常に精度よく推定して他のコンポーネントに送っています。センシングで前処理が行われたデータのもう処理の受け取り手としてはパーセプションコンポーネントがいます。パーセプションコンポーネントでは主に物体検出を行っています。物体検出とは入力された点群やカメラ画像の中から他の物体、例えば歩行者だったり車両、そういったものがどこにいるかということを検出する機能となっています。この物体検出結果はプランニングコンポーネントに送られます。プランニングコンポーネントでは運行管理ツールや RViz といったツールで設定されたゴールに向けて自分の車をどのように走らせるかという経路生成を行います。この経路生成をする上で、例えば障害物などがいたら避ける必要があるため、先ほどのパーセプションから受け取った物体検出結果などを使っています。これによってプランニングではゴールまで正しくたどり着け、かつ安全にたどり着くための経路生成を行います。ここで作られた経路情報はコントロールコンポーネントに送られます。コントロールでは受け取った経路通りに車を走らせるために車をどのように制御するかという計算を行います。例えばステアリングを何度の角度で切るかとか、アクセルをどれくらい踏むか、そういった制御信号を計算します。その制御信号は最終的に車両インターフェースを通って車両に送られ、自動運転が実現します。それでは次に先ほどのコンポーネントがノードビューアー上でどのように表示されているかを見てみます。今こちらには紫色のノードがたくさん表示されていますが、これらはセンシングコンポーネントに所属するノードとなっています。この下に青色のノードがいます。これらのノードはローカリゼーションコンポーネントに所属するノードとなっています。この右側に緑色のノードがたくさん存在します。これらはすべてパーセプションコンポーネントのノードとなっています。この右上に黄色色のノードが存在します。これらはプランニングコンポーネントとなります。さらにこの右上にコントロールコンポーネントがいます。これらはオレンジ色のノードとなっています。それではまずセンシングコンポーネントについて詳しく見ていこうと思います。こちらにセンシングコンポーネントに所属するノードを表示しています。処理は基本的に左から右に流れています。これを見ると 1本、2本、3本、
4本と大きく4本処理があることがわかります。また、このうち上から3個目は使われていませんが、4個のうち3本の処理の出力結果がこちらの最後、コンキャットネートデータに1個にまとまっているという流れが見て取れます。また、これらのノードのうち縦方向に見ると名前はすべて同じように見えます。ですが、先ほど説明した通り、このビューアーではノード名は一部省略しています。メニューバーからすべての名前を表示するように設定してみると、先ほどまで省略されていましたが、正式名称がすべて表示されます。これを見ると、一番上のノードでは、ライダーのレフトと書いてある通り、左側に設置されたライダーについての前処理を行っているということがわかります。同様に2番目の系統では、トップ、つまり車の一番上に設置されたライダーに関する前処理を行っていることがわかります。上から3つ目はリア、後ろ側に設置されたライダー。最後4個目は右側に設置されたライダーの処理を行っているということがわかります。なお、このビューアー上でのこの上下の位置だったり配置は、あくまでこのツールでの表示であるため、特に意味はありません。では、一旦分かりづらいので、名前を省略します。では、実際に処理を見てみようと思います。一番上に注目すると、まず一番最初に、ゼロダインドライバーロスラッパーノードというものがあります。こちらは実際にライダーにアクセスして、ライダーから受け取ったデータを内部で扱いやすい点群の形に変換してくれるノードとなっています。点群の形はこちらに書いてあるポイントクラウドというトピック名になります。なお、今回はロスバグリプレイシミュレーターでの実行であるため、実際にライダーにアクセスしたわけではなくて、ロスバグから受信したライダーのパケットをここのノードで変換して、ポイントクラウドの形式に変えて出力しています。ここで受け取った点群データは今度、クロップボックスフィルターというノードが受け取ります。クロップボックスフィルターはここで2つつながっていて、セルフとミラーというものになっています。クロップボックスフィルターというのは、受け取った点群の中から所定の四角形の領域に含まれる点群を除去するものとなっています。ここではセルフとミラーの2つになっていますが、目的としては自分の車の位置にある点群を削除しています。車というのは純粋な四角形では表せないため、まずはセルフというもので、通常の四角形として車を削除します。その後、サイドミラーですね。サイドミラーの位置ははみ出しているため、ここはまた別のフィルターとして除去しています。この2つを組み合わせることによって、車という少し複雑な形に対してフィルターをかけています。このフィルターを通った後に今度はディストーションコレクターノードというところに入ります。ここでは歪み補正を行っています。ライダーにおける歪み補正というのは、ライダーというのは約 10Hz で回転しながら点群の検出を行っています。そのため、ライダーが回転している最中に車が動いてしまうと、出力される点群の結果が少し異なってしまうという現象が起きます。これが歪みになります。これを補正するため、今実際走っている車の速度だったり、そういったものから補正を行っています。そのため、これまでのノードですと、基本的な点群であるポイントクラウドを受け取って、ポイントクラウドを出すという仕組みになっていましたが、こちらのディストーションコレクターノードでは、点群の他にも IMU やツイスト、速度情報ですね。こういったものをまた別のセンサーのノードから受け取って計算しています。ここで歪み補正した結果、最終的に歪み補正が行われたポイントクラウド、点群情報が後段のノードに出力されます。最後のノードはこちらのリングアウトライヤーフィルターになります。リングアウトライヤーフィルターでは外れ値の除去を行っています。ライダーもセンサーである以上、ある程度の誤差、ゴミやノイズというものが入ります。これらをここで削除します。そして最終的にこの最後、コンキャットネートというノードに入ります。ここでは複数のライダーの点群情報を一つにまとめて出力しています。なお、ここのサンプルのロスバグリプレイシミュレーターでの構成になるのですが、今回4系統の前処理のパスがあるんですけれども、実際にここで受け取っているのは、ポイントクラウドは3個しか存在しないことがわかります。これを見ると、上から3つ目、もので言うと、リアのライダーですね。
こちらに関してはノードは存在するんですけれども、実際には処理に使われていないということがわかります。こちらが、センシングコンポーネントのノードの説明となります。それでは今度は実際にオートウェアを動かしながらセンシングの処理を追ってみようと思います。今こちらの画面ではロスバグリプレイシミュレーターを再生してロスバグを一瞬ある程度起動したところでロスバグを一時停止している状況です。これを見ると今どんなことが起こっているかが分かりますが、この画面ではいろいろとパーセプションやローカリゼーションの結果も含まれてしまっているため、表示をセンシングだけにしようと思います。まずマップから、ポイントクラウドマップを消します。あとはセンシング以外のローカリゼーション、パーセプション、プランニングコントロール、これらもすべて消します。すると今このように少しカラフルな点が表示されていると思うのですが、これがセンシングの出力結果になっています。で、具体的にどこのトピックが出ているかというと、このセンシングライダーと開いていくと、今コンキャットネートポイントクラウドというのが表示されているというのが分かります。で、これを見ると、センシングライダーコンキャットネイティッドポイントクラウドという名前です。で、これは、ここの先ほど見ていった複数のライダーの結果を一つにまとめたここのコンキャットネートデータ、これのポイントクラウドであると思われます。実際にちょっと確認してみると、エッジネームをフルにすると、これ先ほど見たセンシングライダーコンキャットネイティッドポイントクラウドであるということが分かります。つまり標準の RBiz の出力ですと、ここのコンキャットネイト出力を表示しているというのが分かるかと思います。で、これ以外にも先ほど説明したセンシングコンポーネントの中間の処理も結果も少し見てみようと思います。で、そのために一旦このセンシングはオフにして、今度代わりにこのデバッグというのを使ってみます。デバッグにチェックして、また余計なマップやローカリゼーション、パーセプション、プランニングコントロールを消します。その後、センシングにクリックして、センシングの中の先ほどと同じコンキャットネートポイントクラウド、これにだけチェックをつけます。この状態で一瞬ロスバグを再生するとまた再び表示されます。今度はさっきと同じものが少し分かりやすく点が大きく表示されています。で、今ここに表示されているのは先ほどと同じコンキャットネイティッドポイントクラウドで、全ての点群がマージされた後の点群となっています。では試しに全てのフィルターかかる前の一番最初の入り口ですね。ここのデータを表示してみようと思います。で、今一番上はレフトのライダーのデータだと分かります。レフトのフィルターをかける前の点群情報を表示してみようと思います。で、ここのトピックを取りたいので、先ほど説明した通り、このトピックを選んだ状態で、コントロールの C を押すか、コピーをクリックしていただくと、このようにクリップボードにここのトピック名がコピーされます。で、今コピーしたトピック名を今表示しているのの代わりに設定してみます。そうすると一瞬消えちゃうので、表示するために再度ロスバグを一瞬だけ再生します。すると、こちらにあるように左側のライダーに反応した点群が今表示されています。試しに他のも試してみます。今度は上から2個目の点群、こちらはトップのライダーになると思うのですが、これを表示してみます。これを見ると、今度はレフトのものよりも非常に広範囲の物体、点を表示してくれることがわかると思います。ただし、やはりさっきのレフトのところの解像度は少し低いように見えます。で、今度はライトですね。ライトが一番下の系統となっています。これを見ると右側だけが特に表示されているが、右に関して非常に細かいところまで影が見えているという様子がわかるかと思います。それでは続いてローカリゼーションとマップについて見ていきます。
こちらの青色のノードがローカリゼーションコンポーネントのノードとなっています。ローカリゼーションでは自己位置推定を行っています。自己位置推定をするために大きく2つの入力を使っています。1つはライダーから入力する点群情報で、もう1つは点群地図から受け取る点群情報となっています。ライダーからの受信はまずはこちらのクロップボックスフィルターメジャーメントレンジノードに入ります。これがどこから受信しているかを見てみようと思います。これを追っていくと、センシングコンポーネントのこちらのリングアウトライヤーフィルターノードであることがわかります。先ほどのセンシングコンポーネントの説明で、センシングコンポーネントでは最後、こちらのコンキャットネートノードで複数のライダーの情報を一つにまとめて、一つの点群として他のノードに送っていると言ったのですが、実はローカリゼーションに関しては、こちら、すべてを表示すると、具体的なトップのライダーですね。トップのライダーの点群情報を使っているということがわかります。こちら、フィルター前処理が行われたトップのライダーの点群情報を、まずはローカリゼーションはこちらで受け取っています。で、センシングコンポーネントである程度の前処理は行われているのですが、ローカリゼーション独自の前処理も複数行っています。まずは一番最初にクロップボックスフィルターメジャーメントレンジというノードでクロップボックスをかけています。ローカリゼーションでは点群を比較することによって自己位置推定を行っていますが、あまりにも遠い距離にある点群を使ってしまうと誤差が発生してしまいます。そのため遠方の点群を除去するためのフィルターをかけています。次にダウンサンプルフィルターをかけています。こちらはローカリゼーションでは点群の比較を行うため、点群数があまりにも多いと計算量が大きくなってしまうという問題があります。また、ライダーからの入力を使っているため、場所によって点群の数にばらつきが出てしまうという問題もあります。そのため、まずはこちらのボクセルグリッドダウンサンプルフィルターでは、空間を例えば 0.3 メートル ×0.3 メートル ×0.1 メートル、そういった立方体、ボクセルグリッドと呼ばれる立方体に分け、そのボクセルグリッドの中でダウンサンプルを行います。これによってできるだけばらつきを抑えて間引くことができます。その後、ランダムに再度ダウンサンプルをかけ、さらに間引きます。ここまでで前処理が終わったものを一つの入力として、この NDT スキャンマッチャーが入力します。NDT スキャンマッチャーがローカリゼーションでの一番肝となる処理で、こちらで2つの点群情報の比較を行っています。ただしこれを見ると、この NDT スキャンマッチャーでは点群は1つ、ライダーからの入力しか使っていません。もう1つ、点群地図からの入力があるはずですが、これがここには見当たりません。点群地図に関しては、こちらのマップコンポーネントが管理しています。マップコンポーネントのポイントクラウドマップローダーノード、こちらのノードが実際に点群地図のファイルから点群情報を読み込んでいます。ですが、この結果が先ほどの NDT スキャンマッチャーには送られていないように見えてしまいます。これはこちらのビューアー上ではノード間のつながりはトピックだけを表していて、サービスという機能は表示していません。実は NDT スキャンマッチャーとポイントクラウドマップローダーはサービスでつながっています。ポイントクラウドマップローダーはサービスというロスの機能によって点群地図の情報を教えてあげるというサービスを提供しています。この NDT スキャンマッチャーは必要なタイミングで必要な場所の点群地図の情報をサービスを使ってポイントクラウドマップローダーに問い合わせて取得しています。なお、ローカリゼーションの機能とは少し脇道にそれてしまうのですが、マップとしては他にも道路地図があります。道路地図はレーンレッド2という形式で保存されています。こちらのレーンレッド2マップローダーというノードがファイルから道路地図を読み込んで、ベクターマップという形式で、こちらに関してはトピックという形式で他のノードに通知しています。話をローカリゼーションに戻します。NDT スキャンマッチャーでは今説明した通り、サービスという機能によってもう一つ点群地図の情報を取得しています。それと先ほどトピックで受信したライダーからの
点群情報、この2つを比較することによって今自分が地図上でどこにいるかの位置情報を計算します。それはこちらの Pose with Covariance というトピックとして表されます。この Pose with Covariance がこのまま使われるのではなくて、まずはこちらの公団の EK フローカライザーに入ります。EK フローカライザーでは主にカルマンフィルターによって計算された自己位置の情報を安定化させています。ただこちらはもう一つ重要な役割を持っていて、時間保証も行っています。どういうことかと言いますと、これまでこの NDT スキャンマッチャーの出力までなんですけれども、ここまでの処理はすべてこのように点群情報、ポイントクラウドというトピックを受信して、受信コールバックが起床して何らかの計算を行って、公団にまた同じポイントクラウドを送るというふうに処理が流れています。そしてこの処理の大元を追っていくと、センシングコンポーネントの一番の入り口、ライダーからデータを取得するというところになります。オートウェアで主に使っているライダーは 10Hz でデータを送信しています。10Hz ということは100ミリ秒間隔で全ての処理が起動しているということになります。つまり最終的にここの NDT スキャンマッチャーが自己位置を計算する周期も100ミリ秒となっています。100ミリ秒というのは、自動運転に限らず運転をする上では少し更新周期が遅いというふうになります。特に自動車の速度が速い状態ですと100ミリ秒経ってしまうとだいぶ位置もずれてしまいます。そのため EK フローカライザーではもっと速い周期でその自己位置を計算推定しています。それを見るためにコールバックの情報を見てみようと思います。メニューからショーコールバックを開いてみます。例えばこれまでのフィルター系のノードですと、ポイントクラウドを受信してポイントクラウドを出しているだけなので、基本的に持っているコールバックはポイントクラウド用の受信コールバックだけとなっています。こちらの EK フローカライザーを見ると、前端の NDT スキャンマッチャーから受信する Pose with Covariance の受信コールバックの他に20ミリ秒で起床するタイマーコールバックを持っています。実はこちらがメインの処理となっています。前端の NTT スキャンマッチャーからこの Pose with Covariance を受信すると、これはあくまで内部の変数に保存するだけとなっています。実際にフィルター処理をかけたり時間保証をするというのはこちらの20ミリ秒 50Hz の速さで行っています。時間保証をするためにNTT スキャンマッチャーからの入力の他にも車からの車速情報も使っています。これを見ると EK フローカライザーは他にも Twist with Covariance というデータをこちらのジャイロオドメーターを通してVehicle Velocity Converter ノード、つまり車両から受け取っているということが分かります。車が例えば等速運動だったり加速度運動といった一般的なこのように存在しているものの動きである以上、車速情報が分かればある程度の位置の予想というのはできます。それに加えて100ミリ秒単位で実際の正確な位置というのをこの EK フローカライザーは持っています。これらの情報を組み合わせることによって 50Hz という速い周期で自己位置を推定しています。ここで推定される自己位置はこのキネマティックステートという形で 50Hz という速い周期で更新されます。このキネマティックステートはこの後ストップフィルターノードに入ります。ストップフィルターノードでは例えば車は実際に停車しているにもかかわらず、実は内部で持っている車速の情報は 0.2 キロ、時速 0.2 キロだったり時速 0.1 キロだったりとなかなか0キロにならないというケースがあります。そのような場合にある車速がある敷地以下、例えば時速 0.2km 以下であれば強制的にゼロにすると、そういったことを行っています。そしてこの結果、ここまで 50Hz で時間 NDT で正確に自己位置が計算され、その後 EKF で 50Hz に時間保証された、その結果のキネマティックステートというトピックが
さまざまなノードに通知され、自己位置として使われます。今度は実際にオートウェアを動かしながらローカリゼーションの処理を追っていこうと思います。こちらはロスバグリプレイシミュレーターを起動して、まだロスバグ再生する直前の状態です。この時はまだオートウェアステートパネルのローカリゼーションのところを見ると、今の自己位置推定の状況がわかるのですが、この時はまだアンイニシャライズドとなっています。これでロスバグ再生を始めると、まずは GNSS の位置情報を使って大体の位置がわかります。大体ここら辺に車はあるだろうということで、先ほどローカリゼーションのこの情報はイニシャライジングとなっていて、自己位置推定を行っていました。そして NDT スキャンマッチャーが頑張って2つの点群の情報を比較することによって正確な位置が分かって、今はこのイニシャライズドという状態になります。こうなると先ほどまでは表示されていなかった車のアイコンなども表示され、本当に車がここにいるということが分かります。では、この後に本当にじゃあ自己位置推定が正しくできたか、自己位置が正しくはまったかということを見てみようと思います。これを見るために、またさっきと同様に余計な情報はすべて一旦消そうと思います。今こちらではセンシングのコンキャットの出力と、あとはマップの点群の2つを表示しています。で、これだと少しサイズが小さくて見づらいので、ライダーの方の点群のサイズを3にして、ポイントクラウドの方も3にしてみます。でこれを見ると、例えば自分の車の左側のここら辺ですね。ここら辺を見ると、白いのが点群地図のが持っている点群情報で、カラフルな色がついているものがライダーによるものになるのですが、今ここら辺境界線があるのが割と特徴的な場所だと思うのですが、これを見るとどっちも白い方の点群も色がついているカラフルな方もなんとなく場所が合っているかと思います。試しにこれ今ライダーの方のをオフにしてみますと、今白いのだけを表示していますが、この白いやつだけもここでなんとなく境界線があってあるというふうに、先ほどの色がついた点群と同じような形となっていることがわかるかと思います。つまり点群地図に保存されている点群の位置とライダーから取得した点群の位置、この2つがぴったりと合っているということがわかるかと思います。では続いてパーセプションコンポーネントについて見ていきます。パーセプションコンポーネントはこちらのノードビューアー上では緑色のノードで表されます。パーセプションコンポーネントでは様々なアルゴリズムを組み合わせて物体検出を行っています。そのため他のコンポーネントに比べてバージョンが変わるにつれて内部のノード構造は割と頻繁に変わりやすいです。本日お話しする内容はあくまで2024年3月時点でロスバグリプレイシミュレーターを動かした結果であるということをご承知おきください。このバージョンのオートウェアでは大きく2つのアルゴリズムを使って物体検出を行っています。一つはこちらの上の、ノードは1個だけなんですけれども、上のこのライダーセンターポイントというディープラーニングを使った物体検出があります。もう1個はこの下の方を通るパスで、こちらはクラスタリングによって行う物体検出となっています。ではまず上の方から見ていこうと思います。こっちの上のライダーセンターポイント、こちらはまず点群データを受け取ります。点群データの受け取り元は先ほどのセンシングコンポーネントで複数のライダーの前処理後のデータ、これらを1個にまとめた点群データとなっています。これを受け取ってセンターポイントというディープラーニングを使って物体検出を行います。そのためこのノードで1個だけで点群データを受け取って物体検出結果を示すオブジェクトというトピックを出力しています。こちらはもうこれで終わりです。では次にクラスタリングによる物体検出処理を見てみようと思います。こちらも先ほどと同様にコンキャットネートノードの出力である複数のライダーが一つにまとまった点群情報を受け取っています。まずは一番最初、クロップボックスフィルターで検出する範囲を狭めています。その後にコモングラウンドフィルターを通っています。これは点群データの中には地面から反射された点群も含まれているので、それらを取り除いています。
その後にオキパンシーグリッドマップアウトライヤーフィルターというものを通っています。これは時間的に見てここには物体はないだろうという点群を除去しています。例えばノイズだったり、あとは地面の上のホコリなど一瞬だけ存在する点群、そういったものを取り除くフィルターとなっています。またそれを行うためには単純に点群を1個だけ使うのではなくて、こちらのオキパンシーグリッドマップノード、こちらによって過去の点群の情報を時系列的にまとめて、それぞれの領域、グリッドでものがありそうかないか、そういったマップを作ってそれと組み合わせることによってアウトライヤーフィルター、ノイズなどの外れ値除去を行っています。なおパーセプションについてはこちらのオキパンシーグリッドマップもそうなんですけれども、非常に処理が複雑であるため、必要に応じてオートウェアユニバースのパーセプションのページの、例えば今のものですとオキパンシーグリッドマップの説明などがあるので、そこら辺も合わせて見ていただくとよろしいかと思います。で、ここでノイズなどの外れ値除去を行って、その後にボクセルグリッドダウンサンプルフィルターに入ります。こちらは先ほどのローカリゼーションと同じで、空間をボクセルグリッドという立方体に区切って、その中でダウンサンプルを行っています。そこでダウンサンプルされた後の結果を、ボクセルベースドコンペアマップフィルターに入ります。こちらは先ほどのローカリゼーションの NDT と同様に、点群地図の情報と比較することによってフィルターをかけています。こちらもさっきと同じで、点群の入力は1個しかないんですけれども、サービスによってマップローダーから点群地図の情報を比較しています。これによって点群地図の上にある、例えば建物など、そういった点群は物体検出する必要がないので、これは取り除いています。その後に、これ処理が2つに分かれるのですが、上の後でお話しして、まずはメインの処理は下なので、下の系統について話していきます。この後に、ローハイクロップボックスフィルターに入ります。こちらは低い位置にある点群は除去します。で、その後に最後、ユークリディアンクラスターに入ります。基本的にここまでの処理で、再度処理をおさらいすると、まずクロップボックスフィルターである程度範囲が狭まりました。その後コモングランドフィルターで地面は除去されました。その後オキパンシーグリッドマップアウトライヤーフィルターでノイズやホコリなどの一瞬だけ存在する点群っていうのも除去されました。その後、ボクセルグリッドダウンサンプルフィルターとボクセルベースドコンペアマップフィルターによって建物など点群地図に載っている物体、つまり動いている物体以外は除去されます。その後にローハイクロップボックスフィルターによって低い位置の物体は除去されますということで、この時点の出力のポイントクラウドの時点では基本的には障害物、周りの車だったり歩行者とかそういった検出すべき物体検出として検出対象となる物体だけが残っているというふうになります。で、この対象とすべき点群だけしかもはやないので、ここに対してこのユークリディアンクラスター、これは点群を受け取ってクラスター、つまり塊を出します。例えば車などだったり歩行者など、そういった物体の点群というのはある程度一つに固まっています。これらを一塊として物体の塊としてクラスターというトピックで次のノードに送っています。で、次のノード、Shape Estimation というノードはそのクラスターの形からこの形だったらバスだとか、この形だったら歩行者だということを予想して物体検出結果として出力します。ただこの時点だとまだちょっと形が違う、トピックの形が違うので、次のノードで物体検出結果を示すオブジェクトという形式のトピックに書いています。ここまででクラスタリングにより物体検出が完了しました。で、一瞬戻るんですけれども、先ほど2つボクセルベースドコンペアマップフィルターを通った後に、メインの物体検出の他にもう1個こっち側に処理が流れていました。こちらでは何をしているかと言いますと、ディープラーニング、センターポイントにディープラーニングによる物体検出の結果と、あとはクラスタリングによる物体検出の途中経過、ボクセルベースドコンペアマップフィルターの結果を2つまとめて最後オブジェクトを出しています。で、こちらのノードは、バリデーターノードと呼ばれるものになります。で、1個の入力はオブジェクトでもう1個はポイントクラウドとなっています。
こちらでは、ディープラーニングの結果に何らかの物体検出結果が出たとします。ですが、その場所に、物体検出をした場所にもしも点群が何もないということであれば、おそらくその物体検出結果は間違っているというふうになります。そのため、そういった誤検出を防ぐ仕組みをこのバリデーターノードが担っています。で、このようにバリデータを通ったディープラーニングの物体検出結果と、あとは先ほどのクラスタリングによる物体検出の結果、この2つが今度は、名前が長いんですけど、マージャーと書いてあるマージャーノードですね。ここに入っています。ここでは2つの物体検出結果を1つにまとめて、最終的な物体検出結果として出しています。このバージョンのオートウェアでは、センターポイント、ディープラーニングによる物体検出と、クラスタリングによる物体検出、この2つを使って、2つ、やっぱりアルゴリズムによって物体検出の性能、得意不得意があるので、その2つを、補完といいますか、いいとこ取りをするために、ここでマージャーで2つの物体検出結果を合わせています。で、その後にさらに別のマージャーノードで、ここでマージされた結果とまた別の後で話しますけれども、他の結果をマージしています。その後にまたフィルターを通しています。ここはオブジェクトレーンレッドフィルターというノードになっています。こちらではこれまで検出された物体検出と、あとはベクターマップを持っています。を受信して、でさらにオブジェクト物体検出結果を出力しています。ベクターマップは先ほどのマップコンポーネントが管理する道路地図になっています。その道路地図を見ることによって、例えばもう絶対にこの場所には物体はないだろうとか、ここにいる物体を考慮したところで意味はないだろうという場所があるかと思いますが、そういった場所にある物体を除去します。でここまでで物体検出が終わって、最後、マルチオブジェクトトラッカーに入ります。このトラッカーに入る前までの情報というのは、さっきのと同様にライダーの1回の入力に対する物体検出結果となっています。で、これに対してこのマルチオブジェクトトラッカーでは、これまでに物体検出した結果ですね、場所だったり物体の種別、そういったものをすべて保持しています。また、ある物体は1フレーム前にどこにいたかというその関連付けも行っています。そのためこのマルチオブジェクトトラッカーでは、今回新しい物体検出結果が入力されたら、それは過去どこにいたかという関連付けも行っています。あとは特徴としましては、さっきのEKF と同様に、ここでその過去どこにいたかという情報を使って、カルマンフィルターが内部で持っているんですけれども、物体検出結果のより安定化させるという役割も持っています。また、さっきの EKF と同様にですね、こちらのノード、マルチオブジェクトトラッカーは、100ミリ秒のタイマーコールバックを持っています。で、オブジェクト、物体検出結果を受信するための受信コールバックがあるんですけれども、こちらはあくまで内部の変数に保存するだけで、さっきのカルマンフィルターをかけたりと、そういったメインの処理は実はこちらの100ミリ秒のタイマーで行っています。で、このマルチオブジェクトトラッカーによって、検出した物体が過去どこにいたかといったところまで合わせて情報を計算して、またその後にマージャーノードに入ります。でこのマージャーノードでは2つの物体検出結果を合わせています。1つはニア、近い位置による物体検出結果になります。でもう1個はファー、遠い位置にある物体検出結果になります。でこれまで見ていたのは、この上の系統でニア、ライダーによる物体検出結果となっていて、ライダーは基本的に比較的近い位置にいる物体検出に適しています。でもう1個ファー、遠いところにいるオブジェクトの検出結果は、こちらはどこかというと、こっちのレーダーオブジェクトトラッカーというところの出力を受け取っています。ただこれはこのバージョンのオートウェアではこれノードがいるだけで実際にはレーダーは使っていないので、特にこの入力情報は使っていないと思われます。で、ここまでで2つのニアとファーの入力をマージした後に最後、プレディクションノードに入ります。
ここまでは現在あるいはトラッカーで過去どこにいたかという情報が物体がどこにいたかという情報を持っているのですが、それを受け取ってじゃあその物体が将来どこに行くかという将来の予測をします。でこれで、ある物体検出結果とそれが将来どこに行くかという予測、その情報の物体検出結果を、主にプランニングコンポーネントに送っています。で、ちょっと話を戻しまして、ここまでで、トラッカーの検出結果を受けた後ですね、1個先ほど説明を飛ばした、物体検出、ディープラーニングによる物体検出結果とクラスタリングによる物体検出結果をマージした後にさらにもう1個こちらのノードですね、マージしているという話があったんですが、これはどこから来ているか、もう片方はどこから来ているかというと、先ほどのここのトラッカーの出力結果を受けて、ここでディテクションバイトラッカーというノードを経由して、ここのマージャーノードに入っています。こちらは何をやっているかというと、一言で言うと、未検出が発生した場合にも出力結果を安定させるという役割を持っています。ここまでの処理、今回使っているオートウェアでは、2つのアルゴリズム、ディープラーニングとクラスタリング、この2つの物体検出を使って、どちらも得意不得意があるので、その2つを補う目的もあって2つ使っているんですけども、やはりそれでも、未検出、物体検出はどっちもできないというケースは発生してしまいます。でそういった時に検出結果が何もなくなってしまうと、やっぱり出力が不安定になってしまうという問題があります。でそれに対して、先ほどのトラッカーのところで、実はカルマンフィルターを使っているんですけれども、カルマンフィルターによってある程度、過去物体がどういう動きをしていたら次のフレーム、現在はここにいるだろうみたいな、そういった予測をすることはできます。その予測結果を使ってそれとマージしています。これによって一瞬、1、2フレームぐらいであれば未検出が発生してもある程度補完するということが可能となっています。そういったアルゴリズム、考え方も用いながらできるだけ物体検出結果を安定させるということを行っています。でこちらが物体検出の流れとなっているんですけれども、あとはパーセプションコンポーネントの別の役割としましては、信号の識別も行っています。このロスバグリプレイシミュレーターでは信号認識はやっていないので、ここはノードが存在するだけになるんですけれども、ここら辺のノードで信号識別を行っています。まずはこちらのトラフィックライトマップベースドディテクター。こちらで、地図の情報ですね。ベクターマップの中に信号がどこにいるかという情報が書かれているので、それと現在の自分の位置を使うことによって、大体信号がどこにいるだろうなということは、ざっくりの位置からここで計算することができます。その後にトラフィックライトファインディテクターというのがあって、で信号に関してはライダーではなくてカメラ画像を使っています。でカメラ画像はこちらのトラフィックライトイメージデコンプレッサーというところからこのイメージローというトピックで受信しています。でここで受け取ったカメラ画像と、あとは先ほどのベクターマップから取得した大体の信号の位置ですね。この2つを使ってさらにより正確にその今入力した画像上で信号がどこにあるかといった検出を行います。でここで検出した正確なこの信号の位置、それとまたオリジナルの画像情報、この2つを使って、車用の信号と歩行者用の信号が今何色か、赤なのか青なのか黄色なのか、それの識別をこれも2つのノードで行っています。それで色の識別はするんですけれども、この後にトラフィックライトオクルージョンプレディクターというノードがあります。これは、オクルージョンですね。例えば信号が一瞬見えないというケースが発生することがあります。例えば街路樹だったり、あとは自分の車の前に背の高いトラックなんかがあると一瞬信号が見えなくなってしまうことがあります。そういった場合に、プレディクトなんで、何色かっていうのを、予測したり保管するというノードとなっています。そしてそういった処理を行って、今信号が何色かというものを最後計算識別して、こちらも同様にプランニングノードに送られます。
それでは続いて実際にオートウェアを動かしながらパーセプションの動きを追ってみようと思います。こちらは今、ロスバグリプレイシミュレーターを起動してある程度処理が安定した状態でロスバグ再生を一時停止しています。でこちらもデフォルトの表示だと余計な表示があって少し見づらいので削っていきます。まず点群地図の情報はオフにしました。でローカリゼーションもオフ、プランニングとコントロールも今オフにしました。でこれを見ると、白いカラフルなものが先ほどと同様にセンシングコンポーネントの出力となっています。またこちらのこれが今自分の車ですが、この右側の車線に他の車がいます。この白い点群がパーセプションの方で持っている点群の情報で、青いものが物体検出結果となっています。で、より詳細に確認すると、このパーセプションの方をクリックして、トラフィックライトとか使わないので、オフにしようと思います。で試しにオブジェクトリコグニションですね。こちらを開くと、今はディテクション、トラッキング、プレディクション3つがあるんですけれども、今はプレディクションの結果だけを表示している。この青い枠はプレディクションの結果であるということが分かります。あとはセグメンテーションですね。これがこの白い点群になるんですけれども、こちらは現在は、パーセプションオブスタクルセグメンテーションポイントクラウド、これを表示しているということが分かります。でこれがどこかというと、おそらくはここかな。表示して、これですね。トピック名をフル表示にすると、ここのオキスパンシーグリッドマップアウトライヤーフィルターの出力がこのパーセプションオブスタクルセグメンションポイントクラウドで、これが先ほどのオブスタクルセグメンテーションポイントクラウドと一致しているので、今デフォルトの RViz の設定ですと、ここの今ハイライトしているここのトピックが表示されているということがわかるかと思います。では、ここの表示を設定を使いながらいろいろと見てみようと思います。まずは、クロップボックスフィルターの出力のこのコモングランドフィルターの入力の時点ではどうなっているかというのを見てみようと思います。こちらの代わりに今コピーしたコモングランドフィルターへの入力を見てみます。でこれをやると一瞬表示が消えちゃうので、改めて一瞬再生します。すると、こんな感じで、基本的にこれはあれですね、ほとんどセンシングコンポーネントの出力と同じなので、さっきの色がついた点群が消えて、その上に白い今のここでバック表で表示しているトピックが表示されています。では今度その1個後のコモングランドフィルターを通った後どうなるかというのを見てみようと思います。これも同様にここのトピックを選んだ状態でコントロールの C を押すかコピーをクリックするとこのトピック名を選べます。それでこれの代わりに今コピーした点群トピック名を入れて一瞬再生します。ですると今度は、さっきの白い点群ですとグランドフィルターを通る前なので、この自分の車を中心とした同心円状のこの地面からの反射の点群も全部さっきはあったんですけれども、今のこの点群だとそれらは全て消えているということがわかるかと思います。つまり地面からの反射の点群が削除されています。このグランドフィルターの効果のおかげです。で今度はオキパンシーグリッドマップアウトライヤーフィルター、これを通った後を見てみようと思います。でこれを見ると、先ほどとあまり変わってはいないんですけれども、内部的にはちゃんと処理はしていて、今のこのパーセプションの下にオキパンシーグリッドという項目もあるんですけれども、これを表示していただくと、このオキパンシーグリッドマップですね、ここには物体はあるだろうとかないだろうみたいな、確率を示したマップになるんですけれども、これをもとにフィルターをかけた結果が、先ほどの点群として出力されていますが、ちょっとちゃんと注目してみないとわからないので、ここではちょっとこれくらいにしようと思います。
で、この後にボクセルグリッドダウンサンプルフィルター。で、これの効果を調べるために、一瞬このポイントサイズを1にしてみます。で、比較するために、スクリーンキャプチャーを取ります。これですね。で、この状況で、もう一回、ボクセルグリッドダウンサンプルフィルターの出力のトピックをコピーして、で、これを表示するようにします。で、この状態で一瞬再生してみます。で、これ、左側がボクセルグリッドダウンサンプルフィルターをかける前で、右側かけた後なんですけれども、例えばここの多分街路樹というか道路脇にある植木がとかだと思うんですけれども、ここら辺はやっぱり木とか反射が多いので点群数はもともと多かったのが、ダウンサンプルフィルターがかけられると割と密度が低く、白い密度が低くなっているということがわかるかと思います。またその一方でボクセルグリッド単位でダウンサンプルをかけているので、例えばこことかはちょっと点群の数がちょっとしかないんですけれども、そこら辺の数はあまり変わっていないということがわかるかと思います。で、また点群のサイズは3に戻します。で、今度は、ボクセルベースドコンペアマップフィルターを通った後のトピックを見ようと思います。これもちょっとそうですね、効果を確認するためにちょっとズームアウトして、この今の状態をキャプチャー取っておこうと思います。で、これに対して、フィルターを通った後の状態をこれから表示します。で、この2つを比べてみると、左側のキャプチャーされたやつが、何でしたっけ、ボクセルベースドコンペアマップフィルターを通る前が左、通った後が右側となっています。で、これを見ると、例えばここの街路樹だったりとか、あとはここの道路脇の、なんか建物なのか木なのか分かんないですけど、そういったものが右側のものだと削除されていることが分かります。で、残った白い点群というのは基本的には、例えばこういった他の車だったりとか、そういったものだけが残っているという点群になっています。というのが、点群の前処理がどのように行われているかというものになっています。で、あとは最後、ディテクション検出結果ですね。オブジェクトトラッカーに入るまでが物体検出結果で、オブジェクトトラッカーでトラッキングされて、で、最後に、マップベースドプリディクションで予測されますよという流れがあって、その物体検出結果のそれぞれの見え方をちょっと見てみようと思います。で、それを見るためにこのセグメンテーションはオフにして、オブジェクトレコグニションの、まずは、ディテクションを表示してみようと思います。で、この状態で再生してみると、もう少し速度を上げます。で、現在この青い枠、いわゆるバウンディングボックスと呼ばれる青い枠があるんですけれども、こちらが物体検出結果で、ここの点群はこの車だろうという結果が出ています。で、これはディテクション結果です。で、これにトラッキングの結果も重ね合わせてみます。で、これを見ると、この今ちょっと青い枠が太くなったと思うんですけれども、青い枠が二重になっています。で、片方が検出結果で、もう片方がトラッキングの結果となっています。で、今これ動いてないのでほとんど同じ位置にあるんですけれども、これをもう少し動かしてみると、
今これ動き出したので、検出した結果、1フレームを使って検出した結果と、動き出して過去のフレームから情報を使って、カルマンフィルターで安定化なり予測なりした結果というのが、徐々に少し変わっているというのが分かります。で、さらにこの後、プレディクションの結果も追加表示してみます。で、そうすると、さっきまでのバウンディングボックスに加えて、この線が追加されていると思います。この線はこの車が今後どこを行くかということを予測した線となっています。で、予測には地図の情報なんかも使われているため、この車は今この車線、おそらく右折レーンにいるので、今後はこの右折レーンに沿ってこのように動くだろうという予測が行われています。はい、このようなことをやっているのがパーセプションコンポーネントとなります。それでは続いて、プランニングコンポーネントについて説明していきます。プランニングコンポーネントは、このノードビューアー上では黄色のノードで表されます。プランニングコンポーネントの主な役割は経路生成です。運行管理ツールや RViz 上でゴール地点を設定すると、まずはこのミッションプランナーが現在の車の位置からゴール地点までのルートを生成します。こちらのルートと呼ばれるトピックになっています。このルートは経路情報ではあるのですが、地図、こちらオートウェアのドキュメントのプランニングに関するデザインを示したドキュメントになるんですけれども、ここのルートプランニングに相当する機能を行っていて、ここの絵図にあるようなあくまで地図上でどういう経路で行くかといった情報になっています。このミッションプランナーによる経路生成、ルートの生成は、ゴールが設定された1回だけ行われます。この1回だけルートが送られて、この後は、これ以降はこのビヘイビアパスプランナーが一番大事なノードとなってきます。このビヘイビアパスプランナーは、先にコールバックを表示してしまうと、このコールバックたくさんあるんですけれども、これまでですと点群だったり、他の前段のノードからトピックを受信することをトリガーとしてメインの処理をすることが多かったんですけれども、こちらのビヘイビアパスプランナーは、ここにある100ミリ秒のタイマーコールバック、こちらをトリガーとして自発的に起きて計算を行っています。100ミリ秒ごとに起きて、ここで受信したルート、地図上での経路情報、それに沿って動作するように、より詳細な経路の計算をします。ここで計算した結果は PassWithLaneID というトピック、こちらを使ってコーダンに流れます。では具体的にどんなパスになるかというのが、こちらも先ほどと同じ図になります。ルート、ミッションプランナーから出力されるのはあくまでこの地図上の経路になるんですけれども、このビヘイビアパスプランナーでは、この地図上の中で、じゃあ具体的にどの車線をどのように通るかという計算も行います。例えば車線をまっすぐ走るだけでしたらこちらの図のようになりますし、もしも他の車など障害物がいたらそれを避けるような経路にしたり、あるいはレーンチェンジをするようなパスを作ったり、そのような判断を行っています。これを行っているのがこのビヘイビアパスプランナーになります。このビヘイビアパスプランナーではあくまでどのようにどの場所を走るかという計算だけを行っています。その後、ビヘイビアベロシティプランナーにこのPassWithLaneID が入って、このビヘイビアベロシティプランナーではパスという似たようなトピックで出力しています。このビヘイビアベロシティプランナーでは速度に関する設定を行っています。特に交通ルールにのっとった速度の設定を行っています。例えば制限速度だったり、あとは目の前に一時停止線や横断歩道などがある場合には、そこに合わせて速度をゼロにするといった設定を行っています。その後、イラスティックバンドスムーザーというところにこのパスは入って、このパスをより滑らかにするような補正がかかります。で、ここまではパスというトピックだったのですが、この後にオブスタクルアボイダンスプランナーというノードに入って、ここでパスというトピックからトラジェクトリーというトピックに変わります。パスでもある程度の経路情報にはなるのですが、ここではより細かい流度での経路情報としてトラジェクトリーというものに変換しています。またその際、オブスタクルアボイダンス
周りの障害物なども考慮してより細かい経路情報に変換しています。その後このトラジェクトリーはオブスタクルベロシティリミターに入ります。ここでは例えばカーブなどで他に障害物がいる場合には、減速した方が安全に運転できるためそのような変更を行っています。最後にこのオブスタクルストッププランナーノードが次にいます。こちらでは、ここまでで計算されたトラジェクトリー上にもしも他の車などの障害物がいた場合に、そしてその障害物を、車線変更などでもはや避けることができないと、そうなった場合には、停止するしかないので、その停止するための判断を行っています。でここまででのトラジェクトリーの出力で、目的地まで正しく安全に、あとは障害物などにもぶつからずに走行するためのトラジェクトリーというのが、できたはずです。でその後は最後シナリオセレクターというのを通ってモーションベロシティスムーザーというノードに入っていますが、その前にここのシナリオセレクターで何をやっているかを説明します。現在のオートウェアでは大きく2つのシナリオに対応しています。一つはこれまで見たように通常の道路を走るためのレーンドライビングというシナリオになります。もう一つはこちらの上のコストマップジェネレーターやフリースペースプランナーというノードが管理するパーキングというシナリオもあります。こちらは車を駐車したりするときに使われるシナリオになります。このシナリオセレクターでは現在の状況に応じてどっちのシナリオが出力するトラジェクトリーを使うかを切り分けています。でここで、例えば今回これまで計算したレーンドライビング用のトラジェクトリーがそのまま使われたとして、それが今度はモーションベロシティスムーザーに入ります。こちらでは計算されたトラジェクトリーをより滑らかにするような設定を行っています。その後バリデータを通って計算されたトラジェクトリーはコントロールコンポーネントに入ります。では最後にコントロールコンポーネントについて説明していきます。コントロールコンポーネントはこちらのノードビューアー上ではこれらのオレンジ色のノードとなっています。先ほどのプランニングからの出力トラジェクトリートピックは主にこちらのコントローラーノード EXE ノードで受け取ります。ここのコントローラーノード EXE ノードではトラジェクトリートピックを受信して車両を制御するためのコントロールコマンドに変換して出力します。例えば受信したトラジェクトリー通りに車を動かすためにステアリングを何度できるかだったりとかアクセルをどれくらい踏むか、そういった変換を行ってコントロールコマンドとしてパブリッシュしています。これの受け取り先は Vehicle コマンドゲートとなっています。オートウェアでは複数の運転方法をサポートしています。今まで見てきたのは自動運転をするためのパスとなっていて、もしも自動運転モードの場合にはこの Vehicle コマンドゲートは今コントローラーノード EXE から受信したコントロールコマンドを後段の車両インターフェースなどに送ります。なお、今回はロスバグリプレイシミュレーターをパソコンで実行した結果であるため、この後車両インターフェースなどは存在しないため、処理はここで終了となっています。でこちらの Vehicle コマンドゲートでは、複数の制御信号を切り替えると言ったんですけれども、他にも、外部からの操作だったりとか遠隔操作、そういった場合にはこのエクスターナルコマンドコンバーターなどからコントロールコマンドを受けるのですが、そういった入力もあります。他にも緊急事態に対応してオートウェアでは MRM という機能を持っています。こちらですね。オートウェア内部のステータスを管理して今がもしも緊急事態だとなったら、こちらの MRM、エマージェンシーストップオペレーターなどがコントロールコマンドを出力します。こちらでは例えばオートウェアの状態がおかしくなったとなったら緊急停止したりするなどのこのコントロールコマンドを受け付けることになります。それでは続いて実際にオートウェアを動かしながらプランニングとコントロールコンポーネントの動きを見てみようと思います。こちらはプランニングシミュレーターを起動した画面となっています。2D ポーズエスティメートによって適当に車を配置して 2D ゴールポーズでゴール位置を設定してみます。これによって経路生成が行われました。こちらの緑色のものが経路になるのですが、
実はこちらには様々な情報が重ね合わせているため、それを一つ一つ見てみようと思います。まずはディスプレイからプランニングを選びます。こちらを見ると現在はミッションプランニングとシナリオプランニングの2つが表示されているので、シナリオプランニングの方をオフにしてみます。すると現在はミッションプランニングの結果だけが表示されています。ミッションプランニングは何かというと、先ほどのミッションプランニングの出力となっています。先ほど説明に使ったドキュメントのこのルートプランニングのミッションプランナーのところになります。今表示されているのはここのルートというトピックの情報となっていて、地図上でどのような経路で進むかという情報になります。今回は1車線の簡単な地図だから分かりづらいのですが、これは車線という情報というよりかはあくまで地図上でどういった経路で行くという情報を表しています。では続いてシナリオプランニングについて表示を追加してみます。シナリオプランニングを今表示したんですけれども、これも様々な情報が重ね合わせています。一度シナリオトラジェクトリー、パーキング、モディファイドゴールをオフにします。またレーンドライビングの中からモーションプランニングもオフにします。すると緑色の線が1本だけ今は引かれているという状況になっています。この緑色の線は何かというと、これを開いて試しにこのパスをオフにすると表示が消えたので、このトピックだということがわかります。このトピックはプランニングのシナリオプランニング、レーンドライビング、ビヘイビアプランニング、パスというトピックであることがわかります。先ほどのノードビューアーに戻ると、こちらでエッジネームをすべて表示してトピック名を確認すると、このビヘイビアベロシティプランナーがパブリッシュするこちらのトピックが同じ名前であることがわかります。ですのでこちらは、ビヘイビアベロシティプランナーが出力するパスの情報がこのように現れています。これに加えてトラジェクトリー情報も見てみようと思います。トラジェクトリーはモーションプランニングの下のこのトラジェクトリーになります。これによってパスと今トラジェクトリーの両方が表示されています。表示されているのですが、今回の経路ですとパスとトラジェクトリーはほとんど同じものとなっています。微妙にここのカーブで少しだけパスとトラジェクトリーで差があるように見えますが、今回のように車線が狭かったり、あとは障害物も少ない簡単な経路ですとあまり違いは生じないようです。では今度は速度について見てみようと思います。試しに 2D ダミーペデストリアンを、失礼しました。その前に、現在これ経路はすべて緑となっているため、まっすぐ走るという状態になっています。画面の真ん中に交差点があるんですけれども、こちらは信号がない状態なので、交通ルール的にはそのまま停車せずに走ることができます。が、この状態で試しに交差点脇に歩行者を配置してみます。歩行者を今配置したので、ここは走ることができないので、経路情報が赤くなっています。また試しにトラジェクトリーをオフにして、それでもこのパス、今は現在はパスだけが表示されている状態ですが、この状態でも赤くなっています。これは交通ルール的に横断歩道に歩行者がいたら、車は一時停止しないといけないためです。また一回パスを今、表示をオフにして、トラジェクトリーだけを表示してもこのように赤くなっています。これはトラジェクトリーの前段のパスの方ですでにここで赤く停車しなくてはいけないというふうになっているためです。この状態で全てのオブジェクト、歩行者をオフにすると再びまっすぐ走れるようになっています。別のシチュエーションで考えてみます。今度は何もないところに車を置いて、また同様にゴールを設定してみます。そしてまたパスと今トラジェクトリーの両方を表示しています。この状態で車の目の前、トラジェクトリー上にあえて歩行者を置いてみます。するとさっきと同様に真っ赤になりました。が、
実はさっきと内部的には違う判断を行っています。この状態でトラジェクトリーの表示をオフにしてみます。現在はこちらはパス、Behavior Velocity Planner の出力だけを表示しています。これを見ると、パス的には別に停止する必要がないという判断になっています。これは一時停止とか横断歩道とか、そういった交通ルール的にはここはまっすぐ走れるためです。しかし、パスでは問題ないのですが、この後のトラジェクトリーで、オブスタクルアボイダンス、おそらくオブスタクルストッププランナーの方でトラジェクトリー上に障害物がいるというふうに判断して車速をゼロに停止するという判断が行われていると思われます。そのため今のパス上だと緑なんですけれども、トラジェクトリーを表示すると赤くなっています。で、実際にこれ走らせると途中までは普通に走行できるのですが、衝突しそうになると衝突しないように停止するという挙動を行ってくれます。またこの状態でオブジェクトを削除すると障害物がなくなったのでまた走り出すことができます。最後にコントロールの動きについても簡単にお話ししようと思います。現在のこの位置からまた新しく 2D ゴールポーズを設定してで走ってみます。で、今この走っている状態は問題なくこれは緑だから走っているんですけれども、ここの RViz 上で Set Emergency を試しにクリックしてみます。すると先ほどコントロールコンポーネントのところで説明した MRM が発動して MRM の方から車をストップさせるための制御信号が発生させられました。これによってオートウェアの状態がおかしくなった時でも正常に安全に停止するということが実現されています。はい、ここまででノード構造を使いながらオートウェアの全体像を説明してきました。各ノードの役割や処理がどのように流れていくかということを説明していましたが、これらの説明がオートウェアを理解する上で皆様の助けになれば幸いです。では以上で終了します。